本日も葉巻をぶち決めていきましょう。この動画はキューバのハバノセーサーが記した公式の葉巻の解説本、エルムンド・デル・ハバノを元に進めていきます。日本語版は発行されませんでしたが、日本シガーバー協会の会員は資料としてこちらの和訳版を閲覧できます。気になる方はこちらの URL をチェックしてみてください。今回は葉巻の管理の仕方です。葉巻の品質を保つためには温度と湿度の管理が必要です。どちらかが欠けてもダメです。葉巻を入れ、湿度を管理するための箱をヒュミドルと呼びます。よくあるものは湿気が逃げないよう気密性の高い木製の箱型で、内部にスポンジに水を含ませるタイプのこういった加湿器がついているものがポピュラーです。湿度計もついてますね。転じて葉巻を管理する箱物全般をヒュミドルと呼ぶようになりました。ハバノスの箱ですが、箱の中には必ずこのような紙が入ってます。これですね。実はこれは葉巻の説明書です。これね、読んでみましょう。内容は前半が DOP によりこの製品が保護されているということ、後半が管理の方法です。要約するとこうです。強い匂いを発するものから十分に離し、適切な温度、16から18度及び湿度、65から 70% でヒュミドールに保管してください。葉巻の保管に関する注意点はこれだけです。ちゃんと説明書が付属してあるんですよね。これを読まない人は家電製品とかの説明書も読まないタイプだと思いますが、ついてくる紙には一応目を通しましょう。この適切な管理条件についてはエルムンド・デル・ハバノでも触れられています。こちらですね。湿度は最も重要です。ハバノが湿りすぎると煙が出ません。また乾燥してしまうと味わいが悪くなります。温度の変化によって湿度は変化するので、温度を一定に保つことも重要です。と、ここに書いてあります。湿度については説明書の紙にも公式本にも正式には相対湿度と書いてあります。湿度には相対湿度と絶対湿度の2つがあります。相対湿度はパーセンテージで示されます。一般的によく見る湿度〇〇パーセントというあれです。これはある温度の空気中に含みうる最大限の水分量に比べてどの程度の割合の水分を含んでいるかを示す値です。一般的にそのまま湿度と呼ばれます。相対的なのでパーセンテージの表示なんですね。そして絶対湿度ですが、これは空気中に含まれる水蒸気、水の重量を示すもので重さの単位で表されます。わかりやすく言えば水分重量ですかね。空気を温められると空気中に保有できる水分量が増えます。逆に冷まされると保有できる水分量が少なくなります。空気が熱で膨らんだり、冷やされて痩せたりするイメージですね。つまり同じ相対湿度 70% でも、暖かい膨らんだ空気に含まれる 70% と冷えて痩せた空気に含まれる 70% では絶対湿度、つまり水分重量が違うんですね。同じ湿度でも冬の方が空気が乾燥しているように感じるのはこれが原因です。公式の言う温度の変化によって湿度は変化するので、温度を一定に保つことも重要というのはこのことです。湿度を一定にしているのに夏になると葉巻にわんさかカビが生え、冬になるとバリバリのドライになるのはこれが原因です。それぞれの温度の時に相対湿度 70% で絶対湿度はどうなるかというのは簡単に割り出せます。気圧などで若干変化するので、おおむねの数字です。温度が上がると比例して絶対湿度もどんどん上がるのがわかりますよね。公式で最適とされる温度と相対湿度での絶対湿度はこのようになります。絶対湿度で言えば 8.8 から 10.8 の環境で保管すべしというわけですね。水分が増えすぎると当然カビが発生しやすくなります。もちろん有機物にカビを生やさないようにするのは不可能なので、そんなに神経質になる必要はありません。カビについてはまた別の機会に説明します。絶対湿度計は普通に販売されているので利用すると便利です。しかし、温度も葉巻に影響を与えるので湿度だけで進めるのは不完全です。どちらかが欠けてもダメと先ほど言ったのは、このように温度と湿度は相互に作用し合うからです。
温度で相対湿度は動くので、ヒュミドルを置いている部屋の温度でヒュミドル内の湿度は変化します。そこで温度を念頭に置いて、ヒュミドルの加湿器に含ませる水の量や加湿器の数を調整することで湿度を調整します。ここで注意ですが、加湿器に含ませる水は純水、精製水のみです。水道水や浄水、ミネラルの含まれる水は禁忌です。葉巻を変質させてしまいます。強い匂いを発するものは NG というのは、葉巻が空気中の水分を取り込むからであって、当然のように薬品類はダメです。水分量を調整して、ヒュミドル内の湿度を操作しましょう。温度によって湿度が変動するので、温度を固定するのも有効な手です。年中同じ温度設定でエアコンを回していればクリアできます。温度と湿度の変化が少ないほど葉巻は安定するからです。先ほど温度も葉巻に影響を与えると言いましたが、葉巻はタバコ葉の発酵により作られるものです。空気を取り込むわけなので呼吸しており生きてます。湿度が低すぎると空気をあまり取り込まず乾燥気味になり、高すぎると取り込みすぎます。木材なんかと同じように考えると道理がわかりやすいと思います。そして20度を超えると葉巻を食べる虫、シバンムシが発生しやすくなります。なので、温度と湿度の両方を管理することが葉巻の管理に必要なのです。さて、公式では最も理想的なヒュミドルは、温度と湿度が電子的に制御されるウォークインヒュミドルだとしてます。幅のセーサーはウォークインヒュミドルがないと葉巻店として認めていません。正確にはハバノセーサーのフランチャイズショップであるラカーサデルハバノとなる資格がありません。ウォークインヒュミドルが前提の条件の一つです。ウォークインヒュミドルがないと葉巻店ではない。葉巻店でないとラカーサデルハバノになれないという論法ですね。機械的に温度と湿度を調整する環境は部屋を改造することなく、エアコンと加湿庫を利用すれば作れます。加湿庫はカメラなどに使われる防湿庫の逆で、空気中の水分を取り込んだり排出したりして自動的に内部の湿度をコントロールしてくれるものです。日本のメーカーからもウェットキャビという名前で出ており、シガーナビは代理店なのでこちらから購入することも可能です。宣伝ですね。この後ろに並んでいるのがそうです。ここはシガールームで、エアコンで温度は年間で固定しており、加湿庫内部の湿度も一定に保たれています。公式で葉巻の管理でやってはいけないと記されているものがあります。それは冷蔵庫で管理することです。確かに冷蔵庫の庫内は乾燥してますし、もし他のものも一緒に入れてたらその匂いも吸収してしまいます。業務用の冷蔵庫、ガラスの冷蔵ショーケースなんかにそのまま葉巻を入れてるお店もありますが、公式でわざわざ NG と言っているのに、そういうことをやるのは、葉巻について無知ということの表れでしょう。ただのガラス戸の棚の中に加湿器を置いて、その棚に葉巻を置くっていうのも乱暴なやり方です。密閉性がないので湿度は抜けてしまいますし、ガラスでは室温を設定してなければ、その温度にダイレクトに左右されてしまいます。砂漠に水をまくようなもので、これも葉巻の道理がわかる人ならやらないでしょう。葉巻をどのように管理しているかは、そのお店の葉巻に対する知識や考え方がダイレクトに現れます。ぜひチェックしてみましょう。次回は実践編ということで、ワインセラーやクーラーボックスを利用した葉巻の管理方法やエイジングなどについて実例を挙げて解説したいと思います。今日も勉強がはかどりましたね。気に入ったら高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。各種 SNS でもご質問を募集してますので、お気軽にどうぞ。